今日はナスの唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスの唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ナスをゴロゴロサイズにカットして外がザクザク中はトロトロの美味しい唐揚げを作っていきたいと思います。材料はとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、お醤油、料理酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、片栗粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということで今回はね、こちらの材料で作っていきたいと思います。まずナスなんですが、今回2本使っていきます。グラムで言うと2本合わせて約 250g になります。こちらはナスの大きさによっても変わってくるので、2本から3本ぐらいを目安に作っていただくといいかなと思います。あとはこんな感じの調味料で味付けをしていきます。今回ね、鶏ガラスープの素も加えていくので、より旨味が加わって美味しい仕上がりになります。そしてさらにね、ごま油を加えることでごまの香りも加わってとても香ばしい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、では作っていきます。まずはじめにナスを切っていきます。このナスのヘタをね、最初に切り落としてください。このように斜めにしていただくと無駄なところがなく切り落とすことができます。こんな感じです。そしたらね、あとはナスは乱切りにしていきます。まずナスを固定していただいて、包丁を斜めに入れます。こんな感じで、そしたら切り口を上にしてまた斜めに切ります。こんな感じでね、繰り返して乱切りしていきます。で、大きさはね、お好みの食べやすい大きさにしてください。で、このようにね、切り口がたくさんあると味付けがね、馴染みやすくなります。そして切ったナスはですね、ボウルに入れて、そしてこのように水に浸しておいてください。では残りも同じように切っていきます。はい、 OK です。ナスはこのように切って、そして水に5分ほど浸してください。そしてアク抜きをします。はい、5分経ちました。そしたら水を捨てて、そしてしっかりと水を切ります。キッチンペーパーを用意してナスの水分をしっかりと拭き取ってください。そして水分をしっかり拭き取ってください。はい、ナスの準備はこれで OK です。それではポリ袋を用意してください。そして口を開いて、まずボウルにセットします。で、ここで一度ね、調味料を合わせていきます。まずお醤油、そして料理酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、ごま油、そしておろしにんにく、あとはおろし生姜です。これをですね、一度袋の中でしっかり混ぜてください。はい、で、お砂糖のね、シャリという感じがなくなれば OK です。そしたらまた口を開いて、ここに切ったナスを入れていきます。はい、で、ナスを入れたら全体につけだれを絡めます。ナスが潰れない程度に軽く揉み込むイメージですね。そしてしっかりとね、味をなじませてください。軽く揉みます。で、そしたらね、空気をしっかり抜いて口を軽く縛ります。はい、そしてこのまま冷蔵庫で10分漬け込みます。はい、10分経ちました。気持ちナスもしんなりして、このようにしっかりね、味も浸透してます。こんな感じです。で、途中でね、5分ぐらいしたら一度ね、軽く揉んでいただくとより均一に味がなじみやすくなります。ではね、今からこちらに片栗粉をつけていきます。はい、このようにざるにあけて、そして汁気を切ってください。このね、汁気が多いと片栗粉がたくさん吸収されてしまって、衣がかなり厚めになってしまうので、必ずこのように汁気を切ってから片栗粉をまぶしてください。はい、ではね、バットに片栗粉を用意してください。そしてナスに片栗粉をまぶしていきます。はい、こんな感じです。このようにまぶしてください。ではね、残りも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、まぶし終わりました。このように片栗粉をまぶしてください。それでは今から油で揚げていきます。それ
れでは揚げていきます。まずね、フライパンの底からだいたい1センチから 1.5 センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にこのようにプクプクプクと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。そしたらやけどしないように入れていきます。揚げる時もね、皮の部分を下にして最初揚げていきましょう。であとはですね、転がしながらだいたい 3,4 分揚げていきます。ちょっと隣同士がくっつきやすいので、一度にたくさんあんまり揚げないようにね、注意してください。あんまりね、片栗粉をつけすぎるとカリッとするまでにちょっと時間がかかってしまうので、あんまり片栗粉もね、まぶしすぎないようにしてください。でこうやってね、転がしながら揚げるとこの面がね、空気に触れてカリッとなりやすくなります。なので定期的にね、こうやって転がしながら、かつやけどに注意して揚げるようにしてください。はい、今ね3分ほど経ちました。衣がねカリッとしてきたものから取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。こんな感じで衣もサクサクです。それでは残りも同じように揚げていきます。2回目揚げる時はこのカスをね、きちんと取ってから揚げるようにしましょう。はい、こんな感じで美味しそうに揚げ終わりました。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでナスの唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、こんな感じで衣はザクザクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もうね、すっごくザクザクでナスがトロトロです。すごく美味しいです。そしてごま油の香りもしっかり効いてますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスの唐揚げのポイントです。まずナスの大きさなんですけれども、こちらはお好みの大きさに切ってください。で切り方はですね、乱切りにしていただくことで味が馴染みやすくなります。なので切り方はね、乱切りにしていただけたらと思います。そしてナスを切り終わったら一度水に浸してアク抜きをしてください。そしてアク抜きをしたらしっかり水分を拭き取ってから味付けをしてください。で味付けをするときはですね、ポリ袋を使っていただくと簡単かなと思います。この味付けをするときなんですけれども、ただシャカシャカするだけじゃなくて、ナス自体を軽く揉み込んでください。そうすることで味の馴染みが良くなります。ただここで強くやりすぎちゃうと形が崩れてしまうので、強くやりすぎないようにだけ注意してください。そして片栗粉をまぶす時のポイントです。片栗粉をつける時はナスをざるにあけてつけ汁を切ってから片栗粉をまぶすようにしてください。でこの片栗粉なんですが、あんまりねたくさんつけすぎるとサクサクになりにくくなるので、つけすぎには注意してください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、一度にたくさん揚げるとナス同士がね揚げてる最中にくっつきやすくなるので、キツキツにナスを入れないようにだけ注意してください。あとはカリッとするまでだいたい3分から4分ほど揚げてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスの唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。